こんにちは、はこです。今日は股関節を調整する方法について実践していきたいと思います。今日もこうちゃんをお迎えして一緒に股関節を調整するっていうのをやってみたいと思います。で、股関節ね、調整するとダイエットにつながるっていうのをね、以前動画でお話しさせていただいたんですけれども、じゃあ実際にどうやって股関節調整するのかっていうのを今日はね、レッスンしていきたいと思います。で、レッスンする内容は私がしていくので、どこがどういう風に効いているのかとか、どういう風にいいのかっていう点を今日はね、こうちゃんにスペシャルゲストとして解説していただけたらと思います。で、今日はですね、2つ動きをやりたいと思います。で、1つはお尻歩き。で、もう1つは立ったままくるくるね、足を動かして股関節を調整するっていうのをやってみたいと思います。ではね、まず、お尻歩き。じゃあ、こうちゃんも一緒にやりましょうかね。はい。はい。じゃあ、あぐらにしていただいて、まあ、だいたいこうですかね。かかととかかとが一直線ぐらいな感じで。はい。はい。で、片方のお尻を床からちょっと浮かせる。浮かせるだけなので、持ち上げなくても大丈夫です。で、はい、反対に。まあ、これだけなんですけど。これでゆらゆら動くんですけど、まあ、股関節硬い方多分こうなっちゃうので、怖かったら手をね、こうやってついてやっていただいてもいいですし、股関節ね、柔らかい方、動かしやすい方とかは、わざとね、膝上げるんじゃなくて、お尻が上がればいいですっていう程度ね、こうやって歩いていきます。これ名前がお尻歩きなので、お尻の何かだと思う方がね、多いんですけど、実はこれ股関節をね、今調整しています。はい。じゃあ、そしたら今度骨盤を動かしていきます。骨盤を後傾にしましょう。はい。で、起きて、じゃあ今度骨盤をね、前傾にしましょう。で、この時に多分、こういっちゃう方がね、結構いると思うんですけど、これをこのように骨盤からね、前傾するようにしてみましょう。はい。では、足を組み替えて、反対もやります。まあ、これだけなんですけどね。簡単なので、どなたでもやっていただけるんですけど、膝が痛くてそもそも床に座るのがね、大変な方とかは、椅子でね、やる方法もあるので、ぜひ本を見てください。本にね、椅子でやる方法も書いてあります。これも、頑張っちゃう人は多分ね、こうやってやりたくなるんですけど、そういうことじゃなくて、ただお尻がね、浮けば大丈夫です。はい。じゃあまた骨盤を後ろに倒していきます。はい。起きて、じゃあ骨盤前に倒します。これだけなんですけど、はい、多分これをやると皆さん最初にあぐらで座った時にこういう感じだったのが、ちょっと骨盤がね、立てやすくなったりだとか、あとはポカポカするっていう方も結構いらっしゃるんですね。しますね。今自分も実際にちょっとポカポカね、してきてるところもあるんですけれども、で、まあ、お尻歩きっていう名前ではありますけど、実際は座骨で、まあ、の上でこう歩いていって、股関節の調整になっているんですけれども、では、こうちゃんから、これはどんなところが女性に、まあ女性じゃ男性にもですけど、いいかなと思われますか？ぜひこれをどうぞ。ありがとうございます。骨子ですね。骨子です。基本的にあぐらっていう動作自体が、股関節を外旋って言って普段やらない動きなんですけれども、この開いた状態で体重を左右にかけることによって、力を入れるだけじゃなくて上手に脱力ができるようになるんですよね。ストレッチで難しいのって実は脱力なんですよね。ですよね。で、どうしてストレッチ無理にやって痛めてしまう人が多いかというと、脱力をしない状態で動かそうと、普段動かないところまで、動かそうとしてしまうので、お尻歩きのいいところは自然な
動きで脱力しながら可動域を広げられるっていうのがすごくいいですよね。なんていい解説でしょう。ありがとうございます。で、股関節緩めることによって、お尻周りとか、あとはももの外側の筋肉、大きい筋肉も緩められるし、あとはこの辺、鼠径部、鼠径動脈だったりとか、リンパとかもあるので、特に女性はこの辺の血流良くなると、それこそ婦人科系の疾患になりやすくなったりとか、代謝が落ちやすくなったりするので、そこが血流が改善されることによってかなり症状も改善されると思いますし、僕今やっただけで結構全身があったかくなってくるんですよ。なのでこれ特にいいのはなんかそれこそジム行ったりとか時間作ってとかじゃなくていいので、なんか家事の合間にちょっと座ってやったりとか、テレビ見ながらとかでもできるので、日常生活の隙間にお尻歩き入れていくとすごくいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。実はね、実際に結構ね、生理痛で悩んでいらっしゃる方が、生理痛の時にちょっと試しにやってみようと思ってお尻歩きをしてみたそうなんですよ。そしたら、あれ？生理痛ないみたいな感じで、びっくりしたっていう方が何名か実はね、いらっしゃるんですよ。実験してみたっていう人がいて、実際に。なので、やっぱりね、巡りって大切ですよね。大事です、本当に。だからもちろんそのストレッチができるとか、見た目的にね、股関節の張まりが良くなるとか、足がね、まっすぐ見えるとかっていうのももちろん嬉しい効果ではありますけれども、ね、やっぱ体を整えるってすごくね、大切だなと思います。では次、立ったまま股関節調整をしてみたいと思います。では、立ったままね、股関節を調整していきたいと思います。で、これね、私がこれよくやるときってどういうときかっていうと、ショッピングモールとかね、行って結構歩いて、で、本屋さんに立ち寄って、本をね、立ち読みとかしてるときに、なんかね、立ってるときにどうもね、外側に体重がかかる気がするみたいな、なんかちょっとね、気持ち悪いっていう感じがするときがあって、そうすると股関節がね、なんとなくちゃんとはまってないな、みたいな時があって、普通の方は感じないと思いますよ。私はね、感じちゃうんですよ。そうすると、やっぱりはまってないと、外側の筋肉をね、すごい使って立ってるというか、ちょっと極端になると、横脚になって、こっちを使ってるっていう感じがしてきて、本をね、探してても気になって仕方がないんですよ。なんかこの辺が。それで、私が本屋さんでよく立ったままやってるものを紹介したいと思います。私気にせずね、人目気にせずやっちゃいますけど、皆さん気にする場合はご自宅でやってください。で、簡単です。この辺のね、ゴリゴリしている、一番ね、出っ張ったところ。そう。骨子に教えてもらうと、ここですね。そう。触ってね、出てるところ、ここをちょっとグッと押さえて、で、片足ただこうやってくるくるするだけなんですけど、こうやって、ちょっとやりにくいですけど、中でぐるぐる回ってるっていうことですね。で、ちょっと押さえて、中に自分ではめ込んでるっていう感じですかね。これすると、入った。軸がまっすぐになったと思って、私はよくやってるんですけど、はい。こうちゃんどうでしょう、この股関節調整は。はい。実はすごく理にかなっていて、股関節っていうのは、球関節って言って、例えば、肘とか膝とかって一つの方向しか曲げ伸ばしできないじゃないですか。肩とか股関節っていうのは球関節って言って、どの方向にでも動いちゃうんですよね。それはメリットでもあるんですけども、デメリットでもあって、結局、そうですね。民族とかによっても違うんですけど、日本人はかなり、浅い人が多いんですよね。ですよね。はい。で、女性はさらにその中でも多いので、なんか股関節、このお尻の横のあたりがしっくりこないなっていう方すごく多いと思うんですよ。で、そこで、ここの骨の出っ張り、大天使っていうんですけれども、ここを押さえながら、このぐるぐる回してるっていうのは、しっくりくる場所を探すんですよね。で、しっくりくる場所っていうのはどういう位置かというと、そこに来ると力が抜けるんですよね、スッと。で、その位置で、押し込むまではいかないんですけれども、
止めて、また脱力すると、いい位置で落ち着きますよね。うんうん。で、それやると、あったかくなりませんか？そうですよ。ここね、あったかくなります。はい。で、それはなぜかというと、股関節周り、鼠径動脈だったりとか、リンパもあるので、股関節の位置が整うことによって、この辺がポカポカしてくるっていうのも、そういう効果もあります。ですよね。で、私これやると、重心がやっぱこう、まっすぐとか真ん中に入ってくる感じがするんですけど、多分、女性はね、特にこう、横にお尻が広がってるんですとか、多分こっち側がね、パンパンに張っちゃうんですっていう方多いと思うんですけれども、私もね、昔そうだったんですよ。私多分すごくね、ハマりが浅い人だと思うんですけれども、だからもう断るごとにちょっとなんか気持ち悪いなって思うと、自分でこう、お尻歩きしたり、こうね、くるくるして、自分的にハマりのいい位置にね、持ってきたりすることで、実はやっぱりこの外側のね、張ってた筋肉が、張らなくなっていって、足がね、細くなったりとかしているので、股関節調整、ね、とっても大事だと思います。で、こう、股関節がこう、はまりやすい位置にあると、ストレッチとかもね、ヨガとかのそのポーズとかもしやすいんですよね。ここから動くことができるので。なので、ぜひ皆さん、股関節調整をしてみてください。チャンネル登録ぜひお願いします。参考になったりいいなと思ったらぜひこのねグッドボタン押してください。質問があったらぜひねコメント欄に書いてください。ではでは。